子供を助けないと危ない。飛び出して助ける意味なかった。私、死にましたね。ところでここは異世界ですか？わけないよ。お前は無駄死にしたんだ。そして死は、そうだお。あのバカ勝手に死にやがって。ここはお前の妹が葬式だと話してるお。それでは棺桶から決めましょう。どれがいいですか？買ったことないし迷うな。まあ、燃やすんだし一番安い掃除用具で。本当にいいのですか？葬式の時この棺桶はみんなに見られるを裏で何言われるか。確かに。安い棺桶だとか、最後がこれだなんてかわいそうとか、裏で言われそう。わかった。じゃあ B のスタンダードで。わかったお。でも正直に言うと B を選ぶ人は珍しいよ。大体みんな C を選ぶお。待って、私の棺桶安すぎ。じゃあ C にするよ。わかったお。では棺桶は C で。何やってるんですか、ベノちゃん。私はそんなの欲しくない。そうだお。金の無駄だお。でも死んだ後遺族は買うしかないんだお。そんななぜなら個人が何を欲しいかなんてどんなに仲が良くてもわからないし、公式でケチしたらケチなクソ野郎って思われる気がするからだお。次は祭壇だお。まだあるの。貯金69万円しかないんだが。どれがいいよ。しか金が足りない。A の段ボールの祭壇で。本当かお。あなたの姉は子供を救って死んだお。そんなに善行をしたのに最後がこれだなんて。確かに。もう少し仏様のことを考えてかわいそうだお。聞けばお姉さんは女のケツが大好きだとか。ここは B のストリッパー付きの祭壇がおすすめだお。もう借金する B の祭壇で。計画通り。もう死にたい。ちなみにベノが死んだ後、異世界転生する漫画を連載中だから概要欄から見てくれよな。でも、借金までして、なんで私が生きてる間はケチなのに。家族の死のショックで正常な判断ができないんだお。最後のお別れだとか仏様がどうだの、感動的な最後だとか肝心なところだとか言って、葬式業界のハイエナどもは死で一儲けしようとしてくるお。お前の悲しみを利用してんな。いいか、死んだら何も感じないし何も返ってこない。感動的な最後？感動するのはぼったくった葬式業界の奴らだけだ。超えてないと思いますよ。大丈夫。銀行から借りればもうこれで終わりだから。じゃあ次は骨壺だお。まだあるの？どれがいいか選ぶお。一番安いやつね。本当にいいのか？なぜなら骨壺は C の12万円で。次は霊柩車だお。終わらない。誰か助けてくれ。ベノちゃんが破滅しそうに。その次は AA だよ。次の寝台車に葬式用具一式、看板台、ぼんぼり台、果物台にと、合計で690万円だお。ここにサインしてくれだお。大丈夫だお。あなたの姉は YouTube やってたお。きっと参列者がたくさん来るお。香典がたくさんもらえるからカバーできると思うお。多分。でも香典でなんとかカバーできる。葬式に2人しか来なかった。少なすぎだろ。会合代に香典代次第を入れたら690万円の赤字だ。もうダメだ。私の人生は終わりだわ。待ってくれだお。安くしてくれるのか。まだお墓がないお。普通の墓が190万円。セクシーな女性の特注墓石なら1億9190円になりますが。セクシーな土石で結局買うのかよ。わかっただろ。死は必須で葬式はうんこだお。マジで世間体のための負の儀式だ。私の死で遺族が貧乏になるなんて。おい見ろ、葬式に来てくれてた2人のモブが帰るお。やっと終わったね。疲れたのー。この辺にうまい居酒屋があるらしいよ。そうだな。じゃけん行きましょうね。お前らそう、葬式やってる間はみんな悲しいふりしてるが、終わった途端に、やっと終わったって感じで飲み会を始めるお。茶番劇だ。遺族に残るのは無駄に高い葬儀費用の請求書だけだお。いや、でも葬式費用は騙されてしまったベノちゃんも悪いんじゃ。違う。お前が悪いんだお。私？そうだお。生きてるうちにちゃんと準備しないからだ。死ぬ前に家族が困らないように死んでも金かけるな。坊主はいらねえ、墓もいらねえ。ちゃんとそう伝えなかったから遺族が不幸になるんだお。直葬やれって伝えろよ。直葬？つまり火葬だけを行うシンプルなやり方だお。無駄な式場も坊主もいらない最低限の費用だけで済む。おいらもいつか死ぬし、この動画を見てるお前らもいつか死ぬ。だからちゃんと伝えておけ。もし死んだら直葬にしろって。いやいや、無理がありますよ。若いし健康で死ぬわけないですし。みんな必ず死ぬ。突然の事故、病気、トラブル、天災、戦争、必ずだ。誰も死から逃れられない。でも、がんの将来治るって、遺伝子操作やナノテクノロジーや再生医療とか。寿命が伸びるだけで不老不死じゃない。細胞の劣化を完全に防ぐことはできない。お前はガンダムか何かにでもなりたいのか？いないな、コールドスリープとか。それは冷凍庫の中のただの氷漬けの死体だお。そもそも未来の人間が冷凍死体を復活させる義務を負うと思うか？冷蔵費を払うと思うか？じゃあ脳のネットへのアップロード。それお前じゃなくてただのお前そっくりのデータだお。ただのコピーだ。お前という本体は死ぬよ。それ聞きたくなかった。
見ろ、お前が仮装されるを。うわぁ、燃やすの怖いんですけど、ゲームみたいに水槽がいいです。あ、何言ってるんだ。水槽はクソってことですか？いや仮装も水槽も全部クソだお。見せてやるお。まずは仮装だ。これで土に帰れますね。帰れるわけねえだろ。仮装は高額で環境負荷抜群の送別会だお。まず仮装はクソ高い。火力や設備維持の費用があるよ。数万から数十万かかるおな。見ろよベノー。破産して魂が出てるお。でも一番綺麗な方法じゃ。ある意味一番環境負荷になってるお。仮想でガンガン二酸化炭素が出て体に入ってた化学物質が空気中に放出される。死んだら最後に大気汚染だお。どうすれば？じゃあアメリカ式とか。エンバーミングか？見せてやるお。ほら、仮装はなしにしてアメリカで早々するお。よし、私の死体が美しく保存されます。じゃあオイラがエンバーミングをするお。まずお前の死体から血液を全部抜く。血管に針を刺してポンプで血液を抜き、同時に防腐剤入りの液体を注入するお。体中の血液が化学薬品に置き換わるお。これで体が防腐剤漬けだ。次に内臓も腐敗の元になるから腹部に穴を開けるお。専用の道具で内臓の液体やガスを吸い取るお。体の中をズタズタにして内部のものを引っ張り出すわけだお。そして目や口が開かないようにワイヤーでがっつり縫えるお。ちなみに接着剤でしっかりと閉じることもある。まるで人体工作だおな。これで完成だお。死者への冒涜？頑張れ。アメリカの資本主義をなめるな。ああ、気持ち悪いです。どうだ？死後の体の中をレックされる気分は？お前の体はもう自然にも土にも帰らない。めでたしめでたしだお。この方法だけは嫌です。もう死体は海に捨ててください。ゲームのヒロインみたいに。そうか。死後のみんなに迷惑をかけたいのか。水槽はくっそ迷惑な行為だ。近所の人は魚が食ったお前の体の一部を食うかもな。そういうことか。それに時間が経ってから遺体が浮かんできたり流れ着いたりするお。さらに水槽を勝手にやると違法なんだお。もう迷惑以外の何者でもないお。じゃあ一番古い方法で土に埋めてください。日本じゃ無理だお。まず広大な土地が必要で都市部ではほぼ不可能だお。地下水へも影響が出るし地下でも体が腐敗してやっぱりみんなに迷惑がかかる。いやいやもう積んでませんか？だから言ったろ、死はクソだって。さあ私は仮装で直送がいいです。わかった。それを生きている間に言わないといけなかったんだお。もう遅いよ。メモが機体になってる。お前のせいだ。私が借金だらけになったの。お前のせいだ。あれ私生きてた。やったー。じゃあこの1億690万9190円万円の借金。あとは任せたさ。通過に出るな。でも死んだのあれは。そうだお。君の妹は姉を救うために全力を尽くして死んだんだお。それでは棺桶から決めましょう。どれがいいですか？お前は地獄の豪華で仮装されてろ。宗教によっては天国だの、因果天章だの、悪縁で処女たちが待ってるだの言うが、日本だと異世界転生だお。ベノが異世界転生した漫画を連載中だから、概要欄から見てくれよな。ということで死はクソだな。まあ最後には誰にもお迎え来ますしね。そうだお。だから寿命は伸ばせる。伸ばせば最高だぞ。コピーする時間も増えるし、ビデオ生涯見れる時間さすができんですね。ということで、お前らにくっそ簡単に寿命が伸びる科学的な方法を教えるお。マジでくっそ簡単だお。本当ですか？本当にクソ簡単だお。これから言うその方法は20、40代の連中には特に効果があるからおすすめだ。どうせなら趣味や楽しいことに使える自由な時間を増やしたいだろ。続きの動画を見てお前らもエルフのように長生きで巨乳になってくれ。お姉ちゃん！私はエルフはヒンチチ。とにかく概要欄の続きの動画でまた会おう。